こんにちは、マリです。東京も寒くなりました。いよいよ本格的な冬がやってきましたよ。寒いけど朝の散歩に行きましたよ。この時期花が少ないのは寂しいけど、道端で見かける植物や動物に心が和みます。抜けるような青空を見上げるだけで清々しい気分になれます。今日の動画はクリスマスの記録です。と言ってもパーティーはしませんでしたよ。普段とあまり変わらないけど、気分だけはクリスマス。そんな2日間を過ごしました。毎年クリスマスは娘の家にケーキを持って行って一緒に食事をするんです。でも今年は娘の体調不良で一緒の食事は取りやめになりました。それでもクリスマス気分を少し味わいたいなと思ってキッシュを作ることにしました。もちろん生地から作りますよ。バターを使わない生地だから寝かせる必要はありません。冷凍パイシートを使うより簡単かもしれませんよ。牛乳と植物油を混ぜて小麦粉に加えて混ぜます。柔らかい生地なのでオーブンシートの上で伸ばしますよ。型をかぶせてひっくり返してオーブンシートを剥がします。生地を敷き詰めていきますよ。余分な生地は切り落としましょう。型の縁の波形一つ一つに指で軽く生地を押し込みます。これで見た目も美しいキッシュになりますよ。フォークでまんべんなく穴を開けました。重しはしないでこのまま空焼きしますよ。我が家はガスオーブンなので200度で15分焼きます。はい、ではキッシュの中身を作っていきましょう。メインの具はお肉でも魚介類でもベーコンでも何でもいいですよ。私は今が旬の牡蠣にしました。野菜も何でもいいですけど、玉ねぎは必ず入れてくださいね。フライパンで玉ねぎをじっくり炒めたら、ブロッコリーとしめじを軽く炒めて、牡蠣を入れて白ワイン、蒸し焼きにします。
ボウルに牛乳と卵、隠し味に白味噌を入れてモッツァレラチーズを削ります。そして黒胡椒、具を入れて卵液を注いだら、こぼさないようにそーっとオーブンに入れて200度で25分ぐらいでしょうか。こんがりするまで焼きますよ。卵液が少し余りました。卵を1個足して卵焼きにしちゃいます。これがふわふわで美味しいんです。美味しそう。キッシュが焼けました。美味しそうです。一人でもちゃんと料理してて偉いですねというコメントをよくいただきます。ありがとうございます。たまに一人の食事は虚しくないですかというコメントもいただきます。虚しいと感じたことはないですよ。誰かと一緒に食べるのはもちろん楽しいですけどね。でも一人なら好きなものを好きな時に食べられるし、作りたくなければパスしてもいいんです。気楽だし、自由という名の贅沢が与えられてる、そんな感じです。一人だからインスタントの食事をしても誰にも文句は言われないけど、それが続くともしかしたら虚しくなるかもしれません。味気ない食事は誰かと一緒に食べても味気ないし、美味しいご飯なら一人で食べても美味しい。だから私は美味しいものを作りますよ。クリスマスだからケーキを作りました。いちごのミルフィーユ言えないいちごのミルフィーユ風スコップケーキです。これはローストチキンの代わりに作ったささみの唐揚げ。ノンフライ調理なのでさっぱりしてて胃に優しいです。崩したパイ生地と特別なクリームといちごが絶妙なバランスのケーキです。美味しすぎて食べ過ぎちゃうのがたまに傷です。でもさすがに一人では食べきれません。体調不良の娘はおかゆしか食べられないみたいだけど、娘の旦那様と孫たちは食べるかもしれませんね。持って行ってあげることにしました。私そびれてるクッキーとシュトーレンも一緒に持っていきますよ。今日が25日、クリスマス当日です。
私はもう十分にクリスマスの気分を味わったので、この日は普通の食事にしました。保温調理鍋でカレーを作りましたよ。鉄瓶で沸かす白湯は毎朝飲んでます。子供たちが独立して一人暮らしが始まった頃、もう料理はしないと思ったことがありました。ずっと家族のために食事を作ってたから、ちょっと意地になってもうやらないぞって思ったんです。それで毎日お惣菜売り場に行っておかずを買ってきました。でもね、それって半年も持たなかったんです。ある日お惣菜売り場を30分もうろついて、食べたいものが何もないって気づいたんです。こんなことをしてるなら、もやしと豚肉を買ってちゃっちゃと炒めちゃった方が早い。それに簡単な料理でも出来たての方が美味しいに決まってますよね。デザートにみかんを食べましたよ。今日は母のところに行きます。前回手作りプリンを持って行ったら喜んでくれたので、また作って持っていきましょう。今回は固めのしっかりプリンです。レシピは概要欄に載せておきますね。これも保温調理鍋で作りますよ。白身が切れるように、白身が切れるように。ポイントはここでちゃんとこすこと。滑らかさが全然違ってきます。沸騰したお湯が入った保温調理鍋に入れて30秒加熱したら、あとは火を使わず保温調理です。ガス代の節約になってとっても助かります。このまま30分置いておけば出来上がりです。これで30分ね。戸棚が欲しいと母が言っていたので、これを持っていくことにします。ちょっと前までうちの洗面所で使ってた戸棚です。でもこのままでは使えません。というかちょっと不便です。引き出しの修理が必要です。立て付けも悪いんですよ。どうやって直せばいいのか一生懸命考えました。まずは緩んでる板を接着剤で留めました。それから裏に板を貼って高さを調節することにしました。そうすれば溝から外れても下にカタンと落ちることなく、その場にとどまってくれるんじゃないかなって考えたんです。うまくいくかどうかはやってみてのお楽しみです。
箱の内側からビスを打ちたいので、裏側に板をテープで固定します。慣れてないのでね、こういうちょっとしたことも思いつくまでに時間がかかるんです。でもね、それが楽しいんですよ。ああ、こうすればいいのかって思いつくと、私って天才って自分を褒めたくなるんです。溝から外れても引き出しが落ちなくなりました。大成功です。いいかな。はい、プリンもできました。クリスマスプレゼント。何のためにこれ必要だったんだっけ。お母さん、ここら辺散らかってるかな。それもあるけど、このラジカセを載せるものが欲しいって言ってたでしょ。そっち側にあ、でもちょうどいいくない？ほら、本当だ。よいしょ。ね、いいんじゃない？ぴったりじゃない？ね、あと引き出しあるから小物なんかも入るこっし。ちの引き出しに入るしね。ね。辞書は毎日使う？辞書は上へ置いといて。上？ここに？でもここにでもここでもいいから。これでコンセントが届いたよ。よいしょ。だからそう、ラジオ聞くだけと思ってた方がいいんじゃない？これ CD とか MD とかも聞けるけど。母と一緒に散歩に行きました。今日はすごいいっぱいいるね、カモが。こっちはカルガモだけど、このくちばしの青いの。歩き始めはフラフラすると言ってた母ですが、調子が出てきたみたいです。早っ。母はスケジュール帳に毎日一言日記をつけてます。来年のを持っていきました。歳時記にもなってて、母のお気に入りのダイアリーです。古今東西四季折々のメーカーを集めた読み物も用意しました。そしたらこれクリスマスのクッキーよ。私作ったの。じゃあちょっと飾っておこう。プリンも喜んでくれました。よかったです。だろうなとか思ったりして、私一人できれいに食べる。まあまあ元気な証拠だよね。